注意。この動画は以下の要素を含んでいます。それでも大丈夫な方は、ゆっくりしていってね。さて、今回も始めていきますか。よろしくおなーしゃー。前回のラストに、ビットコインの革新的な技術、ブロックチェーンの名前を出したが、ここの説明の前段階としてビットコインの取引データの仕組みについて解説していくんだぜ。あんた、前回、次回はブロックチェーンのことを話すぜ。って言ってたのに、ブロックチェーンの話はしないの？取引データの話を書いてたら、また尺が足りなくなったんだぜ。だからちゃんと考えて原稿書きなさいよね。まあ、それじゃあレイム。まず最初に、前回のラストでレイムが言ってたことについて。前回のラスト？ああ、秘密鍵ってのをコピーしまくればビットコインが使いたい放題っていうあれ？そうだぜ。前回は単に無理って一周したけど、実はこの点について、ちゃんと中本聡の論文にも記載がされている。要するに二重支払いをどうやって排除するかという点だ。二重支払い？ああ。レイムが思ってることとは少々違うが、ビットコインはただのデータなんだから、取引データを何個も作ってしまえば、無限にビットコインが使えるのではないかという問題点があった。私が思いつくくらいなんだから、みんな思いつきそうな話よね。それを解消するために、ビットコインの取引データには、こういうデータを入れるようになっている。うげー。いきなりものすごくめんどくさそうなことになった。難しい部分はかなり省くから大丈夫なんだぜ。まず、下の2つについて。これは簡単だな。どれだけのビットコインを送るかと誰に送るかを記載する。例えば私からレイムに送る場合、送りたい額が例えば 0.01 ビットコインだとする。ちょっと待ってマリサ。ビットコインって小数点以下でも送れるの？ああ、そういえば言ってなかったぜ。ビットコインは最大で1億分の1まで分割することができるんだ。だから、ビットコインを手に入れるのに10万円とかの単位で用意する必要はないんだぜ。そうなんだ。話を戻して、レイムに 0.01 ビットコインを送りたいから、取引データの送る額のところには 0.01 を、誰に送るかのところには、レイムのビットコインアドレスを入れるんだぜ。なるほど。さて、残り3つの部分だけど、先に上の2つについて。まず大前提として、ビットコインは誰かからもらわないと誰かに送ることができないんだぜ。そりゃそうだよね。それで、ビットコインのすべての取引データには、他の取引データと、ほぼ、確実に重複しない ID が登録されている。ほぼ確実？絶対じゃなくて？理論上重複する可能性はあるんだが、天文学的数字のレベルで低い確率だから、ほぼ確実だな。で、私がビットコインを受け取ったという取引データの中で、まだ私が誰にも送ってないデータを探す。ちょうどいいデータがあったから、この取引の ID と、この取引には0番コインしかないから、この0番コインを使うというのを記載する。0番コインってことは、1番とか2番とかもあるってこと？そうだぜ。後から説明するが、一つの取引データには複数のコインを分けてやることができるんだ。ここまでわかったか？ちょっとこんがらがってきたけど、まだなんとなくわかるかな？ってあれ？どうしたレイム？マリサ。確か前回言ってたビットコイン QT って、ビットコインのすべての取引データを持ってるんだよね？そうだぜ。ってことは、マリサみたいに、まだ誰にも送ってないデータ、ってのがその中にはたくさんあるんだよね？まあそうなるな。そうなると、誰かがまだ誰にも送ってないデータ、を適当に選んで、さっきみたいに取引データを作ったら勝手に送ることができるってこと？もちろんそんなわけないんだが、そこで登場するのが、暗号技術なんだぜ。お、ここで登場するのね。いや、はしょってるが今まで話してた部分も掘り下げていくと暗号技術が山ほど出てくるんだぜ。マジで？マジなんだぜ。でだ。
ここで使われる技術が、公開鍵暗号方式による電子署名なんだぜ。公開鍵暗号方式による電子署名？何それ？仕組みを説明してくと、いくら時間があっても足りないから、説明中に、なんでそうなるの？って部分があっても、なぜかそうなる、程度で思ってくれ。話をがっつり元に戻して、霊夢。前回、アドレスの秘密鍵を持ってないと、自分のコインだと証明できないし、他の人に送ることもできない、って話したの覚えてるか？なんとなく覚えてるよ。まず公開鍵暗号方式について説明すると、何かしらの条件の中で、ランダムな数値を作る。この数値のことを秘密鍵と呼ぶ。秘密鍵って言われるくらいだから、この数値は人に教えないようにするんだぜ。で、この秘密鍵の数値を特別な計算式、関数 X と呼ぶんだぜ、に通すと、秘密鍵とは全く関連性の見えない数値が出来上がる。この数値のことを公開鍵と呼ぶ。こっちは秘密鍵と違って、人に教えても大丈夫な数値だぜ。秘密鍵から公開鍵を作ろうと思ったら、さっきの関数 X を通せばすぐに作れるし、何回やっても同じ公開鍵の数値になる。逆に公開鍵から秘密鍵を探ろうと思っても、そのための特別な計算式や関数は存在しないから、普通は総当たりで探すしかない。この関数 X のことを、一方向性関数、と呼ぶんだぜ。なるほどね。それはわかったんだけど、じゃあその秘密鍵と公開鍵ってのはどうすごいの？そうだな。ここでもう一つのキーワード。電子署名が出てくる。電子署名ってのは、簡単に言うと、本人であることの証明を、電子的にやる仕組みのことなんだけど、あるメッセージ A と秘密鍵を、特別な計算式、関数 Y に通すと、二つの署名値、署名 B と署名 C が出来上がる。この二つの署名値は、外から見ると全く関係ない数値に見える上に、実はもう一度同じメッセージ A と同じ秘密鍵を通しても、全く別の値になるようになってる。署名値が変わる？同じデータで全く同じことをやってるのに？詳しいことは省くが、ここが、この暗号の解読を困難にする工夫なんだぜ。さて、この署名値の整合性をチェックするのに、公開鍵が使われるんだぜ。元のメッセージと公開鍵、それと2つの署名値、署名 B と署名 C を特別な計算式、関数 Z に通して、最後の合同式が成立したら、署名が正しいってことになるんだぜ。おう。あら、凄さが伝わってない感じ？そりゃあ、画面付きで説明されて、本当にそうなるんだろうけど、実感が全然湧かないからね。私も正直、その凄さがよくわかってないんだけどね。あら？マリサもそうなの？最初に説明しただろ？なぜかそうなる、程度に思っとけって。で、この電子署名の特徴を使って、この取引データは私の秘密鍵で署名をしました。私の公開鍵で確認してみてください。ほら、ちゃんと検証できたでしょ？と、メッセージを署名できたから秘密鍵を持ってる人であると証明する方式を、電子署名と呼ぶんだぜ。アドレスの秘密鍵を持ってないと、自分のコインだと証明できないし、他の人に送ることもできない、という部分は、この方法でチェックしてるんだぜ。ここまではわかったか？なんとなくすごいってことだけはわかった。さっきも言ったが、私もここら辺の詳細はまだ勉強中だから、なぜかそうなる、って思ってくれ。よし。それじゃあ、取引データのところに戻るんだぜ。最後の一つ。自分の秘密鍵による署名と自分の公開鍵を記載するってところだぜ。まずはとりあえず公開鍵から記載するんだぜ。この時さっきの取引 ID とコイン番号からアドレスを見つけて、それに対応する公開鍵を組み込む。次に取引データの体裁を整えて、この仮の状態のデータに、先ほどの公開鍵と対応する秘密鍵で電子署名を行う。仮の状態だけど大丈夫なの？大丈夫なんだぜ。
最後に、出来上がった署名値を、取引データに載せて、これで取引データの完成だぜ。おお、長かったけどやっと取引データが完成した。あとはこれを、このデータが正しいか検証してください、と言ってネットワークに流す。受け取った人たちは、公開鍵から署名データが正しいかどうかを検証して、さらに、過去の取引データを確認して、取引 ID とコイン番号の組み合わせが、過去に使われていない、二重支払いじゃない、データかどうかを検証する。検証が終わったら、正しいデータであるとネットワークの他のウォレットにもだんだんと浸透していくんだぜ。なるほど。確かにこれならマリサしかこの取引データは作れないし、正しいデータかどうかの検証もすぐにできるね。あと、さっき言った通り取引データは、2つ以上の取引とコインの組み合わせを結合させたり、一度に2箇所以上へ分割しての送金もできるようになっている。実はレイムに 0.01 ビットコインじゃなくて、0.05 ビットコイン送らないといけないことになったんだけど、さっきのデータだけじゃ金額が足りないから、送ることができない。そこで他の取引データを見てみると、0.045 ビットコインもらった取引があったからそれを入れることにする。これで合わせて 0.055 ビットコインだね。レイムに送りたいビットコインは 0.05 ビットコインだからそのデータを作る。あら、これだと 0.005 ビットコイン余るわよね。どうするのこれ？このままにしておくと、手数料としてなくなっちゃうので、私のアドレスに送るように設定しておくんだぜ。手数料？誰に手数料なんか払うのよ？その解説はまた後からするんだぜ。さて、これで私の 0.055 ビットコインを、レイムに 0.05 ビットコイン、私に 0.005 ビットコイン送る取引データができたんだぜ。あとはさっきと同じように署名して、公開鍵を入れてデータが完成。さっきと同じくこれをネットワークに流すだけなんだぜ。で、それで検証してもらって OK だったら浸透していくっていう感じなんだね。もし検証して間違ってたら、この取引は正しくないってして、削除すればいいわけだし。あれ？どうした？ねえマリサ。もしかしてこれって、実は正しい取引データだったとしても、正しいデータじゃないって嘘言って、取引データを否認したりできるの？できるぜ。はぁ？そんなことしたら好きなデータだけ正しいってことにして、あとは正しくないってことにしたら、相手にお金をくれなくなる人が出てくるじゃん。そうなんだぜ。だから、必ず取引データの検証作業をさせて、正しいデータを必ず認証する仕組みが必要になるんだぜ。さらに、その取引データを後になって否認や取り消ししたり、勝手に書き換えたりできないような仕組みが必要になるんだけど、その問題を解決した仕組みこそ、ビットコインの根幹技術、ブロックチェーンなんだぜ。ここでやっとブロックチェーン技術が出てくるのね。思ったよりも長くなったからしょうがないだろ。でも、今回はキリがいいからこの辺で終わるんだぜ。また次回に持ち越しなのね。まあいいけどさ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。本日のまとめ。ビットコインはもらわないと使えない。ビットコインの取引データは暗号で守られてる。次回こそブロックチェーンの話をする。なぜ最後のまとめが次回予告になった？